はい。じゃあパート2やりますか。オープニングが終わったところですね。このオープニングを見ると何が変わるのかというと、これ右下、時間が動き出したんですよ。これ実はオープニング見てないと時間が動かないんですね。朝の5時15分から、時が止まった世界にずっといたんです、今まで。今は時が動き出したとオープニングが見たので、ようやく動き出すことができます。でこのおじいさんも、ようやく座ることができたって感じですよね。じゃあ最後の祠の方に向かっていきたいんですけど、その前にですね、このおじいさんの日記ね。人も近づかん。この大地ではわしの唯一の楽しみは料理だ。そして今日ついに究極の料理が完成した。名付けてピリ辛三回焼きだ。だが何としたことか肝心のレシピを書き留めるのを忘れてしまった。獣肉とポカポカ草の実を使ったのは覚えているのだが、他に何を使ったのかどうしても思い出せない。わしも年を取ったものだ。料理を作ったらなんかくれますよということで、じゃあそのピリ辛三回焼き作ってみましょうかね。でポカポカ草の実はこの辺にあったんですけども、取っちゃったんですけどね。ありましたんで。魚なんですけど、この始まりの塔の横にあるここね、ここにいます。はい。めっちゃ取れた。入られます。おじさん、ここいるんだ。へえ。わしは狩りをしとるんじゃ。へえ。あれか、イノシシ。じゃあ俺の代わりに買ってやるよ。あ、すいません、外し。すいません。お、いった。やったー、獣肉だ。じゃあ料理しましょうか。用意するのは獣肉1つ、ハイアルバスポカポカ草の実1つですね。これをコトコトコト煮込みまして乱れてる。ピリ辛3回焼きできました。これが老人が忘れてたメニューですね。じゃあこの3回焼き老人にあげてみましょうか。料理してみたよ。お、究極の料理ピリ辛3回焼きではないか。お主どうしてそれを。いやチャートに書いてあるんで、これで防寒着がもらえるということですね。次の祠が雪山の方にあるので、これを使っていきなさいよという、攻略のあれなんですよね。あげないですけどね。じゃあリセットしましょう。ちょっととあるイベントが見たいんで。じゃあ次の祠目指していきますか。山を越えた先にあるんですよ。で、この右下のメーター、これ温度計なんですけど、はい、ここまで来ると寒さレベル1になって、リンクがもう凍えてしまうという。凍えると時間経過でダメージを受けちゃうんですね。でこれを解決する方法としては、服を着るか、料理を食べるか。今回はさっき作った料理、これを食べてみましょう。体感効果1なので、1を耐えれるぐらいの。いただきます。ましゃましゃ。おいしい。体が温まってきたぜ。この温度計の青い部分が下がったと思うんですけど、青い部分に差し掛かると凍えてしまうんですよ。そのメモリが下がったことで、こういう雪山だったら凍えずに移動できるようになったと。この頂上にね、おじいさんがいるんですよ。ハイラルさんの頂上。絶景じゃの。確かにいい眺めだな、ここ。それにしても防寒着も着ずによくぞここまでたどり着いたものじゃ。ってことで、頂上まで来ると防寒着をくれるんですよ。ハイラルさんの頂上。こんな感じでくれます。着ないのか。着れないんだよ。こだわりかな。こだわり。ご家庭で防寒着なんか着ないから。いや、着るか。ごめん、着れないんだ。
じゃあ見えてる祠行きますか。やばい、寒い寒い、ギリギリ。お、エアコン効いてんじゃん。氷柱の力ということで、最後の、スキルシーカーストーンにつけましょう。アイスメーカーメーカーメーカー、アイスメーカー。こういう風に水があるところに氷の柱を立てて、これがすごいのはこう掴まれるっていうことなんですよね。すごいどうやって掴んでるのか分かんないですけど、掴まれると足場にできるという感じですかね。でこういうものも持ち上げることができる。あいつな、厄介なんだよな。これビームを弾く、ジャストガードでビームを弾けばまあよし、来い。かかってこい。このビームを、撃ってくるビームを弾く。そうすることによってダメージを与えられるという。余裕でした。まあ余裕っすね。で、ここ、宝箱あります。旅人の槍、いらないですね。で、一応これぐらいの高さだったら、アイスメーカージャンプっていうテクニックで、この上、登ることができます。アイスメーカーの上に上がる力を利用して高く飛ぶっていうテクニックなんですけど、はい、これね。テクニックなんですけど、はい、これね。まあ。このアイスメーカーが上に上がる、アイスメーカーが上に上がる反動を利用して、はい、一発成功でしたけど、こうやって上に上がることができます。ただこれ結構難しいのと、縦の耐久値削れちゃうんで、縦がもう壊れそうなので、まあもう普通にね解こう。継続するためには簡単なことから、普段の暮らしが大事だから。克服の証4つ目ゲットですね。あ、来た。ポッポ G。今度はちゃんと。これでこの大地にある全ての祠で克服の証を手に入れたことになるの。はい。時が来たな。リンク。お主に全てを話す時が。何？4つの祠が交わる場所を訪れるのじゃ。わしはそこで待っておるぞ。はい。あ、おじいさん、成仏した成仏。怖いですね。じゃあその中心に向かうんですけど、1個このパラセールがない時の、使えるテクニックとして落下ダメージキャンセルっていうテクニックですね。こういう高いところから落ちても落下ダメージを食らわないよっていうテクニックなんですけど、武器をこういう風に構えて投げると同時に武器を変える。これで落下ダメージをキャンセルして、高いところから降りることができると。パラセールない時結構便利ですね、これ。面白いんで、ちょっと練習してみるのもいいかもしれません。使える期間は限定ですけどね、結構。じゃあそこに見える建物が目的地なんですけど、あれやってみますか。木を使ったビタロックジャンプ。ビタロックで溜めた力で吹っ飛んでく木に飛び乗って高速移動するっていうちょっととんでもない技なんですけど、タオパイパイみたいなね技だと思ってもらえたら。はい、まずはこの木を真正面に捉える。これね、大事です。で、1、2で倒れる。この角度。ここで止めて、1、2、3、4、止めの弓矢で、そしてあとは上に乗るだけ。来た。これで高く。このビタロックジャンプやっぱ難しいんですよ。結構。何が一番難しいかっていうと、木にへばりつくとこなんですよね。で、ここはですね、ワンポイントアドバイスとして、スティックの上方向、これを連打すると捕まりやすくなるので、ちょっと試してみてください。できなかったよって人は。
乗るとき来た。完璧じゃない？完璧。完璧かよな。まあまあ1回でね来れましたけど、まあ、ただねそんなことしなくていいじゃない歩いて行ったらいいじゃないね。急ぐ旅でもないんだから。まあでもこういうテクニック単純に練習してるだけで結構楽しいんで、なんか上手い人みたいに感覚が得られるんで、結構おすすめします。これ楽しいですよ、実際やってみると。これ時の神殿跡なんですね。これ時の神殿ですよ。時の神殿、ここにね女神像がありますね。女神像、ハイリアの女神ですね。この女神で、各地の女神で能力強化ができるんですけど、やりません。でもありがとね。どこかからおじいの声がする。そんな目で。わしはここじゃ、はよ上がってこい。こんなセリフがあるんだ。上に上がる方法ですけど、ここにねはしごがありますんで、これを使って登っていきましょう。いました怖いな。何されるんだろう。さすがさすが。ではわしの本当の姿を見せるとするかの。我が名はロームボス・フォレームス・ハイラル。かつてこの地にあった国ハイラル、その最後の王だ。ハイラル王、最後の王。この国は100年前大厄災によって滅んだと言うたな。わしはその時に命を失い、今や魂だけの存在となってしまった。記憶の確かでないお主に全てを語れば混乱する。そう考え、わしは仮の姿をとっていたのだ。許せよ。今こそ話そう。100年前何があったのか。厄災ガノンの正体、それは太古の昔、この国に生まれた魔王が怨念と化して復活した姿なのだ。ガノンは伝説や研ぎ話に現れるものとして語り継がれてきた。だがある時、王国の占い師が一つの予言を告げたのだ。大地に厄災ガノン復活の兆しあり。だがガノンに抗する力もまた大地に眠る。我らは予言に従って発掘を行った。その結果、陶器祖先の手により作られた遺物がいくつも発見された。人が操る獣をかたどった4体の巨大遺物神獣。自らの意志で敵と戦うからくりの兵士ガーディアン。それらは我が国で長きにわたり語られてきた伝説と見事に符合していた。封印の力を持つ王家の姫と大魔の剣に選ばれし騎士、彼らは遥かな太古、異物たちと共にまことガノンを封印していたのだ。100年前の王国には力の継承者である姫と才能ある騎士がいた。そこで我らも祖先に習った陣を張ることにしたのだ。ハイラル中から特に優れた能力を持つ4人を選び出し、神獣を操る任につけ、
そして姫を長とし、彼らを英傑と名付けて結束を固めた。姫と5人の英傑が揃うことで厄災は封印できるはずだった。だが狡猾なガノンは我らの想像を超える策をもって復活したのだ。奴はハイラル城の地下深くから現れた。そしてガーディアンと四神獣を乗っ取り襲いかかってきたんだ。城の民や神獣の英傑たちは命を落とし、選ばれし騎士も姫を守るために傷つき倒れてしまった。こうしてハイラル王国は厄災ガノンに壊滅させられたのだ。しかし生き残った姫はなおも一人でガノンに立ち向かった。リンク、後を託します。あなただけが最後の希望。どうか。姫の名はゼルダ。わしの娘だ。そして最後までゼルダを守ってくれた騎士、それがお主だ、リンク。あの日お主の命運は一度尽きた。だがこの大地の祠に運ばれ100年をかけてようやく蘇生を果たしたのだ。お主が目覚めてより幾度か耳にした導きの言葉、あれは今もハイラル城でガノンを抑え続けているゼルダの声だ。だがゼルダの力はじきに尽きる。その時奴は完全に復活し、この国は今度こそ滅んでしまうだろう。リンクよ、国を守れなかったわしに言えたことではないが、それでも頼みたい。ガノンを倒し民を、そして娘を救ってやってくれ。だが今なお四神獣はガノンに奪われたまま、ハイラル城でも多くのガーディアンが動き続けておる。今のお主がすぐにあの城へ行くのは厳しかろう。まずはここより東の地にある村を訪ねるのだ。村の名はかかり子という。そこに住むインパという者がお主の行くべき道を示してくれるだろう。かかり子村の場所はシーカーストーンのマップに記されておる。まずあの双子山を越え道沿いに北へ進むのだ。おお。きたー。これがあるのとないのじゃ全然話変わってくるからな。ありがとうパラセールさん。では頼んだぞ。リンクさあ成仏。まあ成仏はしてないんだけどさあこれで、始まりの大地でできるチャレンジは全部、やりましたね。祠を全部クリアした。で次はハイラル王が指さしてた通り、始まりの大地を出て双子山を抜けてかかり子村を目指そうということなんですけど、ただまだこの始まりの大地でやり残してることがたくさんあるので、それをこなしていこうと。じゃあまずはこの始まりの大地で宝箱を集めようと思うんですけど、敵を倒さないと開けれない宝箱っていうのがあるんですね。まあそれを落としていきましょうか。一つずつ。
1つ目、あそこです。あれが宝箱なんですけど、各地にこういう敵がいる拠点みたいなところがあって、そこによくこの宝箱がありますね。で、その拠点の敵を全部殲滅すると、やっと開くっていう宝箱なんですよ。それも全部集めたいんで、この拠点落としますか。で、こういう角笛持ちのボコブリン、ヘッドショットで10倍のダメージが入ります。普通は2倍なんですけどね。こういう角笛持ちは10倍。なんで、いけますね。でですね、夜になると寝てるんですよ、こいつら。不意打ちが、朝になる。大丈夫かな。気づかれてない状態で後ろから攻撃すると不意打ちっていうのができます。で、不意打ちは8倍ダメージ。はい。なんで一発ですね。青ボコブリンの体力が72ぐらいだったかな。はい。で、鉄のハンマーの攻撃力12なので、8倍で足りると。なんで、こう、よいしょ。夜。こいつはどういう気持ちなんだ。夜襲撃するのがかなり鉄板の戦略となってきますね。主婦の知恵としては。許せよ。さあ、何かな。投擲槍。ほい。次はここですね。はい。ちょっと夜になるまで時間潰しますか。一か倒すと出てくるこの薪の束。ちょっと炎の矢まだもったいないんですけど、使って暇を潰そうと。でですね、マスターモードだと、この奥にいるやつ、これ黒ボコブリンなんですよね。手前が青ボコブリン。で、このブレスオブザワイルドは、雑魚敵の色によってランク分けがされていて、寝ますね。10時で寝る。赤、青、黒、白銀、金色っていう順番で強くなっていきます。なんで黒は結構強いですね。かなり上位種。キース邪魔だな。で、殺されるぞこいつ。ジャストガードで一応豆知識ですけど、キースは倒せます。食らいすぎたな。で、青ボコブリンの場合はこのさっきやった通り一発。おはよう。で、この黒ボコブリン、こいつは一発の不意打ちでは倒せないんで、不意打ちループというテクニックが必要になってきまして、あれ、不意打ちループというテクニック、これ使っていきましょう。で、逆側に回り込む。そうするとこんな感じでループできるんですね。倒したミスったけどいいか。炎の矢。いやー、思い通りいかんもんだ、ゼルダっつうのは。黒がいないのでかなり楽にいけそうでは。夜分遅く失礼しますスタイルで。失礼。忍び寄り方なんですけど、しゃがんで近づくとスティック全倒しだと気づかれちゃうんですよ。なんでゆっくり進んでいくっていうのは基本ですね。しゃがんでても立っててもどっちでもいいんで、おすすめは立った状態でゆっくり歩いていくのがいいと思いますね。かなり気づかれにくくなるんでおすすめですね、これは。立ってた方が何かと対応もしやすいしね。これ結構おすすめです。オパール。ここが一番でかい拠点なんじゃないでしょうかね。時間が。こっから落とせるんじゃないかな。落としてみるか。ここ。死ぬかなこれ。死ななそう。落としてみますか、あいつら。おい、来る？こっち。来るかな。来そうだな、これ。いて！でも来るね。面白い、マジでこのゲーム。自由さがやべえわ。
これ戦略を考えるのめっちゃ楽しい。カムヒアカムヒア。はい、爆弾。お、一人落ちた。こいつはじゃあ内輪で仰いで落としますか。内輪はこう爆弾とかだけじゃなくて敵もこういう風に落とす時に便利ですね。あれ、あと1匹どこ行った？爆弾ではめ殺してやるわ。やっぱ爆弾強いでしょ。武器耐久減らないのがね、いいよね。オパール。あれですね。最後はここと。落ちそうなところにいるじゃないか。落ちろ落ちろカトンボ。落ちろ気持ちよす。琥珀。あるか、ここにも。俺に狩られ足りない連中の巣が。せっかく雷雨の状態なんで、これ使わない手ないでしょ。雷を落とそう、彼らに。こう、雷の天気、雷雨の状態だと、鉄製の武器に雷が落ちるんですよ。あ、気づかれた？おい来るな。まだかビリビリってくるんですけど。あ、来たビリこれ落ちろ雷さん早く来てください。早くちょっと待って。コントじゃないんだから。来た来た。これよかったら皆さん食べてくださいうわ全然効かないな。やっぱ直撃じゃないと一撃死はむずいみたいですね。もう普通に落とすかこいつ落とそう。硬いなマジで。最強だなマジで。あ、食べ人の剣。はい、これで拠点の宝箱は全部回収と。ゼルダの伝説ざっくり解説。今回は時の神殿についてざっくりと見ていきましょうか。今回の本編では厄災ガノンについて語られました。今から100年前、ガノンが厄災として地下から復活し、それに対して準備していたものの結果的にハイラル城は壊滅状態となり、ゼルダ姫は厄災ガノンを抑え続けていると。そしてリンクはゼルダ姫を守るために重傷を負ってこの始まりの大地で眠っていたということだそうですね。この辺りの詳しいことは本編を進めていくにつれて明らかになっていくので、また説明するとしまして、このハイラル城がガノンに乗っ取られるという流れ、ゼルダの過去シリーズでもお約束の流れですね。過去作品である時のオカリナでもハイラル城は乗っ取られてガノン城という最終ダンジョンとして登場しました。そのきっかけとなったのが今回も登場した時の神殿ですね。時の神殿って何なのって話なんですけども、これは時岡の場合で説明すると、トライフォースがある聖地への入り口があるところです。触れた者の願いを叶えるというトライフォース、これは神が残していったものと以前説明したんですけども、この神々が降り立ってトライフォースを残していった場所のことを聖地と呼びます。トライフォースはその聖地に眠っていました。ですがその肝心の聖地の場所っていうのが長きにわたって不明だったんですね。で、実はその超重要な場所、聖地への唯一の入り口が時の神殿であり、そしてその入り口を開く鍵がマスターソードなんですね。で、マスターソードは選ばれた人間しか引き抜くことができないので、そうそう簡単に聖地へは入れなくなったと。それで長らくの間ハイラルは平和だったんですけども、時岡では子供リンクが時の神殿でマスターソードを引き抜きます。その瞬間に聖地への入り口が開き、聖地へ入れるようになったと。なんですけどちょっと誤算があって、リンクはマスターソードを引き抜くには肉体的に幼すぎたんですね。子供だったので。なのでそのためにマスターソードはリンクの肉体を聖地に7年の間封印してしまうことになります。その隙にガノンドルフが
鍵が開いたその聖地へと侵入して力のトライフォースを手に入れてしまうと。そしてその邪悪な力で聖地は魔界へと変わって時の神殿があったハイラル城、城下町はガノンドルフの支配下に置かれてしまうと。そして生き残った住人たちはカカリッコ村へと逃げていきました。この辺りは割とブレワイに通じるものがあるんじゃないかなと思います。その他のシリーズで時の神殿が登場するのは、まずスカイウォードソードですね。時系列的に時岡よりも前の時代なんですけども、スカイウォードソードでは時空を行き来する時の扉がある場所として登場します。建物自体は崩れてからかなりの年月が経過していて、その原型をとどめていないですね。次に登場するのがトワイライトプリンセス。こちらは時岡よりも後の時代ですね。こちらも廃墟と化してしまって神殿自体は朽ちてしまっていると。ただ時の扉を通じて過去へとつながってすごく綺麗な時の神殿を見ることができます。さらにその題材マスターソードを指すことで奥へと進む入り口が開くと。聖地へと続く階段のような演出ですね。こう見てみると意外とこの時の神殿っていうのは廃墟化してることが多いですね。ただ共通しているのは時間を行き来する機能を持っている神殿であるっていうことでしょうかね。今回のブレワイではそういった要素はなく、中央に巨大なハイリアの女神像があるのみでした。ハイラル王曰く王国の祭事に使われていた神殿のようですので、過去シリーズのような時の扉が存在するような、超特別な場所というよりは、ハイラルの人々がハイリア信仰を深めるための神聖な場所として、少し開かれたような場所として機能していたのかもしれません。というところで今回はこれぐらいにしたいと思います。また次回もよろしくお願いします。